皆さんこんにちは、みさとです。今回は大阪難波から名古屋への旅後編をお送りします。伊勢中川に着くとちょうど向かい側に名古屋行きの急行が来てました。急行列車ですが、伊勢中川から江戸橋間は各駅に停まります。日中はこの区間に普通列車の運転はありません。大阪線の大和朝倉名張間と同じです。大阪線から分かれた中川短絡線がここで合流。桃園、久井、南ヶ丘の3駅を過ぎると右から紀勢本線が近づいて津新町駅に着きます。名古屋行きの急行も5200系でした。長く乗っていたかったけどここで降ります。津新町駅の西改札口です。途中下車したいけどできないので我慢です。次に乗るのは10時ちょうど発の普通列車名古屋行き。ついにラストランナーですが、名古屋まで2時間13分かかります。ちなみに津新町で8分間の乗り換えの間に名古屋行きのアーバンライナーが通過しましたが取れませんでした。津新町駅を発車。名古屋まで2時間13分頑張りましょう。隣の津駅までの区間は JR 紀勢本線と並んで走り、たまに並走したりバトルになったりします。バトルではないですね。アスト津の高いビルが見えてきたら津駅。津の町には美味しいうなぎ屋さんがたくさんあるので降りたくなりますが、やっぱり降りません。津駅では名古屋行きの快速三重と同時発車でした。江戸橋駅です。三重大学の最寄り駅で乗降客数も結構あり、駅としても2面4線で列車退避のできる駅。かつては伊勢電気鉄道、後の近鉄伊勢線ですが、その線が分岐していた駅で、近鉄の伊勢線があった頃は、江戸橋と津の間が単線だったそうです。単線並列というものですね。この列車は退避待ちもなくすぐに発車。次は高田本山駅を過ぎてしばらくすると離れたところに高架線が、先ほどの快速三重が走っていた伊勢鉄道線の高架です。こちらは白塚駅。白塚車庫と乗務員区の白塚列車区があります。車庫を見ると元スナックカーの青空2がいました。次はゴルツ上野です。車窓左には伊勢鉄道があるはずですが、視界が遮られて見えません。豊津上の千里駅までが津市内で、磯山駅から鈴鹿市内となります。堤ヶ浦駅の次は白子駅。白子駅は近鉄の鈴鹿サーキット最寄り駅で、F1 やバイクの8時間耐久レース開催の時は賑わいそうですね。さて、この白子駅では10時22分から15分間停車します。時間があったので階段を上がって京城駅舎の改札口まで行ってみました。トイレに入っている間に名古屋駅急行が先に発車。引き続き大阪難波9時発の火の鳥が通過。3本目の退避は名古屋行き特急。こうして15分も止まると気分転換になりますが、少しだれてきます。こうして白子駅で3本の列車に追い抜かれた後発車。大阪難波から数えるともう13本の列車に抜かされていますが、名古屋に着く頃には私の忍耐力は相当レベルアップしているのではないでしょうか。とか言っているうちに近鉄鈴鹿線が近づいてきて、伊勢若松駅に到着。三田駅、名護の浦駅を過ぎると鈴鹿市から四日市市に入ります。四日市市で一つ目の駅、楠駅は真ん中に通過線のある駅ですが、この列車は通過列車退避はなしでした。北楠駅を過ぎて鈴鹿川を渡るとコンビナートが見えてきて、四日市らしさを実感しました。そして塩浜駅に到着。この駅には塩浜列車区と車両工場の塩浜研修車庫があります。よく見ると駅の奥にタンク車が並んでいます。JR 貨物の塩浜駅です。タンク車の横に塩浜駅常備と書かれているのがこの駅ですね。宮窓駅を出ると間もなく JR 関西本線を乗り越えます。次の新庄駅を出ると間もなく近鉄四日市駅に到着。この駅で再び11分間停車で
その間に名古屋駅特急と急行の2本を待ち合わせします。急行も先発して、これで追い越されたのは15本目。11時11分に近鉄四日市駅を発車。まだ甲賀駅で真新しい河原町駅、そして桜川駅、茨城県にありそうな駅名の霞ヶ浦駅を出て、三岐鉄道三岐線の乗り換えの近鉄富田駅までが四日市市の市内になります。近鉄富田を出ると急カーブで筑堤に上がって行き、JR 関西本線と交差します。川越町の川越富須原駅、旭町の伊勢旭駅を過ぎると、稲部川を JR 関西本線と仲良く渡り、桑名市に入った増尾駅に到着します。桑名駅では4分間停車して特急が先発。大阪難波を9時半に出たアーバンライナーです。9時半といえば私が伊勢中川に着く少し前。のんびり名古屋線を各駅に止まっていたら難波から追いつかれてしまいました。桑名を出ると木曽三線の揖斐川、長良川を一気に渡ります。揖斐川と長良川を隔てる揖斐長良川の瀬割邸には、三重県道、岐阜県道106号桑名海津線が走っています。見晴らしが良い堤防道路が8キロと長く続いています。長良川を渡りきると近鉄長島駅、桑名市はここまで。もう一度長い鉄橋の木曽川を渡ると弥富市で愛知県に入りました。近鉄弥富駅。辺りが海抜0メートル地帯だったり、奈良県の大和郡山市とともに金魚の産地として知られています。弥富市は次の迫木駅まで、その次の富吉駅は尼郡蟹江町に。この尼郡って初見ではなかなか読めないですよね。さて、富吉駅も車庫と列車区がある駅。車庫には様々な車両に混じって15,400系鍵乗りがいました。近鉄蟹江駅では4分間停車して急行が先発。津新町駅から2時間近く経過して、いい加減この辺りになると疲れてきました。蟹江の次の戸田駅から名古屋市内に入りました。甲賀駅になってまだ5年ほどの伏屋駅。この庄内川を渡って関西本線の向こう側に、以前は大名古屋温泉という温泉がありましたが、今ではすっかり住宅地になっています。JR の八田駅と少しずれてお互いのスペースを譲り合ったような位置関係の近鉄八田駅。ここでは最後の待避待ち。大阪難波10時発の火の鳥が通過していきました。右側から青波線が近寄ってきたあたりで粕森駅。JR 東海名古屋工場や名古屋車両区を横目に停車する小金駅。米野駅の向こうには特急飛騨号の新型 HC85 系が多数出番を待っていました。そして次は近鉄名古屋駅。大阪難波を出たのが朝の6時18分なので、所要時間は5時間と55分。189.7km の旅がついに終わりです。長かった。津新町から2時間13分お世話になりました。さて、時間はお昼時です。約6時間の各駅停車の旅のご褒美に名古屋飯をいただきます。やってきたのは名古屋駅から徒歩5分の炭焼きひつまぶしのうな膳さん。こちらの柔らかひつまぶし上にしました。ひつまぶしをいただくのは初めて。ここに美味しい召し上がり方があったので、それに倣っていただきました。はい、やってきました。ひつまぶし。まず、しゃもじでうなぎとご飯を4等分に切り分けます。1膳目をお茶碗に盛り、そのままいただきます。2膳目はうなぎの上に薬味、海苔、刻みネギ、わさびを入れ混ぜていただきます。3膳目は薬味を入れた後に熱いお出汁をかけてうな茶漬けとしていただきます。茶漬けだからさっぱりとした味でいただけます。4膳目はお好きな食べ方でどうぞ。私は2膳目の薬味をかけた食べ方が良くて、4膳目はこの食べ方でいただきました。ということで、ひつまぶし完食です。とてもうなぎが柔らかく、量も適度でペロリといただきました。ごちそうさまでした。
帰り道はいつもと趣向を変えて伊勢中川駅乗り換えコース。伊勢中川駅までは賢島行き特急ビスタカー。伊勢中川からは黄色い伊勢島ライナーのデラックスシートで帰路に着きました。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。